はい、どうも、再発明ラボです。今回はですね、こちら、タミヤのタンク工作基本セット。これをね、作っていきたいと思います。これの特徴としては、なんといっても、履帯のクローラーといいますか、ですね。こんな感じで。モーター1個なんでね、左右同時に動くので、旋回とかはできないですけども、走破性をね確認するにはこれで十分なんじゃないかなと思って買ってみました。で、応用例と、工作キットなんでね、応用してもらいたいという内容なんじゃないかなと思います。で、減速比がねかなり高いですね。かなり遅くて走破性が高いんじゃないかなと思います。その辺もね、作ってから実際に走らせて見ていこうと思います。じゃあ早速始めます。説明書とこんな感じですね。組み立てやすそうですね。で、モーターとギアとシャフト、ボディというか、パーツ、ギアボックスと電池ボックス。これが一番大変かもしれないですね。数が多いので。じゃあ早速、あと、シャーシのベースはこれですね。いつもの木のやつですね。で、必要なものがカッタープラスドライバー、大中ニッパー、単三電池、カッターナイフとプラスドライバー、大中と書いてたので小がいらないかもしれませんね、今回は。ニッパーと電池、単三電池ですね。じゃあ早速やっていきましょう。これ以前のね、この四輪の工作セットとバギーの工作セットも同じスイッチがついてるのでね、この以前の動画でもこの辺は共通なので、さっさと進めます。今回のね、タンク工作基本セットと合わせて二輪駆動と四輪駆動とこのタンクということで、この3種類のね比較ができるようになるのでね、ちょっとそこは楽しみです。で、土の上でね、例の、これも以前の動画で出しましたが、卓上のオフロード走行テスト環境ということでね、土の環境をね机の上で作れるようにね用意しましたので、そこでね走らせてまずは軽く比較したいと思います。結果はねある程度想像ついてますが、もちろんね二輪駆動が弱くて四輪がその次でクローラが一番いいっていうのがそうなるだろうというのはなんとなくありますけど、二輪はともかく四輪とクローラーは結構
四輪駆動とクローラーはタンクは結構微妙な差なのか、あるいは圧倒的な差なのか、その辺はねちょっとよく見てみたいと思います。四輪といってもね、これ四輪駆動といってもだいぶタイヤが太いので、これ履帯細いですよね、クローラーの。なんでね、そこまで差がつくのか、ちょっとやってみないとわからないっていうところですね。で、その先々ですけど、改造してね、いろんな車両を作りたいと思っているので、そのベース車両がこの3つから選ぶのか、もしくはあるいは別の何かを用意するのか、ちょっとねまだわからないんですけど、結果を見てからね決めたいと思ってますが、何を作りたいかっていうと、まずは建設機械とかね、なんて言うんでしょうね、働く車シリーズみたいな感じでね、何かしらを作っていきたいと思ってるんですけど、タイヤ、世間のねそういう実際の働く車を見ても、そのクローラーのものとタイヤ式のものとがありますよね。なんでクローラーはもちろん強かろうが弱かろうがもちろん使うのと、四輪駆動か二輪駆動か、四輪駆動だとは思いますが、それをねそのホイールタイプの働く車にね使えないかと思ってます。標準と高速があるので、当チャンネルでは遅い方をね作りたいので遅い方にしますけど、遅くてトルクがある方ですね。で、当チャンネルで何を想定しているかというと、最初の方に言いました働く車のようなものを作っていきたいんですけども、ある程度ね実用まではいかないと思うんですよ、このサイズなんで。ただこのサイズなりに実用的なところはなんというか追求というか、ある程度は水たまりもあるだろうしという想定で実験していきたいとは思ってますが、ちょっとねどこまでできるか分かりませんけども、まずは土の上ですね。土の上で、乾いた土の上で普通に動ける、多少働けるっていうところをねまずは目指していこうと思います。最初のね題材を何にしようかとまだ決めかねてるんですけど、あまり最初からね難しいものを作ると
頓挫してしまうかもしれませんので、作りやすい何かからやろうと思ってます。で、そう、簡単なというか簡単そうな剣気でいきますと、何かなと思うんですけど、まずはね、ブルドーザーじゃないかなと思ってるんですが、どうなんでしょう。簡単に見えて難しいかもしれないですし、そこからまずはね、作ってみるというか、試作して実験してみる。で、うまくいきそうならもうちょっと本格的に作るみたいな流れになると思いますけど、昔ね、このタンク工作セットに似たブルドーザーの基本セットみたいなのがあったような気がするんですけどね。それがあれば、あるのかな。あればそれを使いたいと思いますけど、なければ作るしかないなと。もしくは最近は安いラジコンでいろいろ売ってるので、それを試しに使ってみるというのも手だとは思うんですが、ちょっとね、安いものは多分すごくおもちゃ感が強くてね、ちょっと実験がそんなにできるかなというのがちょっと心配で、逆にしっかりしたものだとだいぶ高いですよね、多分何万円とか、そこまで出してするつもりは今のところありませんけど、数千円でいいものがあれば使ってみてもいいかもしれないですね。で、ブルドーザーってね、もちろん土を押すんだと思うんですが、よくよく考えるとね、よく分かってないというか、土をまず掘り下げる、薄く掘り下げるのか、薄く積み上げていくのかもありますよね。あと、余った土、浮いてる土をどけたいのか、どこかから持ってきた土を薄く広げたいのか、それによってね、ちょっと微妙に違うみたいなんで、仕様が。その辺ね、どの仕様を試したいのかによってね、作り方を考えないとおかしなものが出来上がってしまうと思ってます。土を押すというか、押す板の部分ですね、ブレードの部分が形が結構違ってたりするのと、どうなんでしょうね、動かし方も違うかもしれませんね。上下に上げるとか左右に傾けるとか、
めに仕上げたいとかねあると思うんで本物だと。最初は単純にただ単純に押すだけぐらいがいいですね。あんまりハードルを上げずに。ちょっとねこのブルドーザー作るかどうかはまだ未定なので全く別の車両になる可能性もあります。そうですね。ただもっとシンプルな車両といえばクローラー型のトラックというか搬送する車両、これが一番シンプルですよね。そこからが良いかもしれませんね。シンプルですけど、じゃあ何グラム何キロ運べるのかっていうとねよくわからないので、あとモーターへの負荷のかかり方もちょっとねわからないですよね。やってみないと。このねこのタンク工作キットはね小学生かなぐらいの時に作ったような、いや作ったはずなんですよね。記憶があるというか他はないというか、作ってね砂場を走らせてた気がするんですよ。気がするというかね覚えてます。してました。で結構詳しくは覚えてないですけど結構ね楽しんでた気がするんですよね。楽しめてたってことは結構砂場で走れたんじゃないかなと思います。これ当時と変わってないんですかね。ちょっとね細かいところまではもう全く覚えてないんですが遊んでたことだけは覚えてます。はい、完成しました。じゃあ早速ねまずはこの机の上で走らせていつもの通りまずは様子見ですけど様子見したいと思います。動作確認とここでね、はい、まず浮かせて回します。入れます。お、大丈夫そうです。いやー懐かしいなこれ。多分こんなんだったかな、ちょっと覚えてないですけどこの辺違うのかもしれないですけど、
はい、走らせてみます。いきます。はい、だいぶやっぱり遅くていいですね。これぐらいがいいですね。あ、だいぶやっぱり四輪駆動の時よりも楽々乗り越えてますね。一回やってみましょう。いや、どうかな。これも楽々乗り越えてるか。こっちの方が若干スピードは速いんじゃないかな。ちょっと軽く見ておきましょうか。若干速いですね、四輪駆動車の方が。これ減速比が箱に書いてなかった気がするんですけど、書いてたかな。また確認しますけど、こっちの方が減速比ちょっと高い。ちょっとの差ですけど。あとはこれとこれでどれほど走破性が違うか、土の上でを卓上のオフロード走行試験でね、一回この3種類でね比較しましょうかねっていうのをね、次回やってみたいと思います。こんな感じです。いや、いいですね、これ。この3種類結構いいと思いますね。はい、じゃあ今回はここまでにします。それではまた。